こんにちは。私たちの心の健康をサポートする心の健康ナビチャンネルへようこそ。今日は、自己需要の力、幸福を見つけるための内なる旅路と題して、自己需要に焦点を当てた動画をお届けします。自己需要の大切さと幸福の関係について、深く探ってみましょう。まず、自己需要とは何か、その重要性について考えてみましょう。私たちが自己需要を理解し、実践することで、どのように幸福を見つけることができるのか、そのメカニズムに迫っていきます。まず最初のトピックでは、自己需要とは何か、その基本的な概念を紹介し、なぜ自己需要が私たちの幸福や心の健康に重要なのか、その理由について考察します。また、自己需要の欠如が生じた場合にどのような影響があるのか、その心理的側面にも触れます。次に、自己需要の鍵となる要素について探っていきます。自己理解、自己承認、自己愛などが自己需要にどのように関連しているのか、その関係性を明らかにします。また、これらの要素をどのように育て、強化していくことができるのか、その方法にも焦点を当てます。最後に、自己需要を実践するための具体的なステップや方法、そしてその過程で私たちが経験する内なる旅路について考えてみましょう。自己需要が私たちにもたらす幸福の可能性について深く掘り下げます。未来に向けての小さな一歩。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、通知ボタンも押していただけましたら幸いです。この動画を通じて自己需要の力が幸福を見つけるための貴重なツールであることを感じていただければ幸いです。それでは本編をお楽しみください。自己需要の力が私たちの幸福と心の健康にどのような影響を及ぼすのか、本当に興味深いテーマです。ではまず、自己需要とは何か、その基本的な概念から考えてみましょう。自己需要は自分自身を受け入れることを意味します。これは自分自身の欠点や弱点を理解し、それでも自分を否定せずに受け入れることです。では、なぜこのような自己需要が重要なのでしょうか？自己需要が私たちの幸福に密接に関連している理由は、その影響が心理的、感情的なレベルで広範囲に及ぶからです。自分自身を受け入れることで、自己価値観が高まり、自信を持つことができます。これは、自分が自己需要されていると感じることで、他人からの肯定的な評価や承認を必要としなくなるためです。その結果、自己需要が自己承認や自己愛と結びつくことで、より充実した人生を送ることができるのです。自己需要は、自分自身に対する積極的な態度を養うことを意味します。これによって自己承認や自己愛が生まれます。自己承認は自分が持つ価値や能力を認めることであり、自己愛は自分自身を愛し大切にすることです。これらの要素が組み合わさることで内なる安定感や幸福感が生まれます。また、自己需要は他者との関係にも大きな影響を与えます。自己需要されている人は他人に対してもより寛容であり、他者を受け入れることができる傾向があります。これは自分自身を受け入れることで他人に対する理解や共感が深まるためです。その結果、より健全で満足度の高い人間関係を築くことができるのです。したがって自己需要は幸福を追求する上で欠かせない要素であり、心の健康と深く関連しています。自分自身を受け入れることで内なる平穏と満足を見出すことができるのです。しかし、自己需要の欠如が生じた場合、どのような影響があるのでしょうか？実は、自己需要の欠如は心理的な問題を引き起こす可能性があります。例えば、自己否定や自己評価の低さ、そして抑うつや不安といった心の健康上の問題が生じることがあります。ここで驚くべき事実をお伝えしましょう。研究によれば、自己需要が高い人ほど、ストレスや不安に対する耐性が高く、幸福感が高い、という結果が示されています。つまり、自己需要は私たちの心の強さや幸福感に直結しているのです。以上のように、自己需要の意味と重要性について深く考察してきました。自己需要が私たちの幸福と心の健康に与える影響は非常に大きく、その重要性を再確認すると同時に、自己需要を促進する方法を模索していくことが重要です。自己需要の鍵となる要素について、より深く掘り下げてみましょう。まず、自己理解と自己需要の関係について考えます。
自己理解は自分自身を深く理解することを意味します。自己理解が自己需要に与える影響は非常に大きいです。なぜなら自分自身を理解することで自己需要が促進されるからです。例えば自分の過去の経験や行動パターンを振り返り、その背後にある動機や感情を理解することが挙げられます。他にも過去の失敗や誤解に対して自己需要が困難だった場合、その経験を振り返り自己理解を深めることでそれらを受け入れることができるようになるでしょう。自分自身を知ることで自分の弱点や欠点に対する理解が深まり、それを受け入れることができるようになります。したがって自己理解は自己需要の基盤となる要素であり、その重要性は言うまでもありません。次に自己承認と自己需要の関係を見てみましょう。自己承認は自分自身を肯定することを意味します。自分自身を肯定することで自己需要が促進されます。例えば自分の達成や成果を認め、自分自身に称賛の声を送ることが挙げられます。自己承認は自分自身を肯定することであり、その達成感や成功を受け入れることが含まれます。他にもある目標を達成した際に自分を褒めたり、自分の努力や能力を認めることで自己承認が促進されます。自己承認が十分であれば自分自身を受け入れることがより容易になります。その結果、より穏やかで自信に満ちた生活を送ることができるでしょう。最後に自己愛と自己需要の関係を考えてみましょう。自己愛は自分自身を愛し大切にすることを意味します。自分自身を愛することは自己需要を促進し、自己価値観を高めるのに役立ちます。例えば自分自身に対する思いやりや優しさを示すことが挙げられます。自己愛は自分自身を愛し大切にすることであり、自分のニーズや感情に対して寛容であることも含まれます。他にも自己愛が高い人は自分の限界や弱点を受け入れることができ、自分自身に対する優しさや思いやりを持つことができます。このような自己愛の態度があることで自己需要が促進され、自己価値観が高まることがあります。自分自身を愛することで自己需要がより自然なものになり、より充実した人生を送ることができるでしょう。これらの要素が自己需要の鍵となります。自己理解、自己承認、自己愛の3つが組み合わさることでより深い自己需要が生まれるのです。自己需要が私たちの幸福と心の健康にどのように影響するかを理解することは自己成長の重要な一歩です。幸福という目標に向かって旅立つとき、内なる旅路の始まりは自己需要から始まります。この旅は時に複雑であり、自分自身との対話や成長のプロセスを経て真の幸福を見つけることができるのです。自己需要へのプロセスはまず自己理解から始まります。自己理解とは自分自身を深く知ることであり、自分の内面や感情に向き合うことを意味します。この自己理解のプロセスは自分の内なる迷路を探検するようなものであり、しばしば挑戦的なものとなります。迷路の中で自分の弱点や欠点に出会うことがありますが、その中にも受け入れるべき美しい側面が存在します。さらに自己需要への第一歩を踏み出すには、まず自分自身に対して正直であることが不可欠です。自分自身を客観的に見つめ、自分の強みや弱みを認めることが必要です。この過程で自分自身が欠点だと感じる部分に向き合うことがあります。しかしその欠点もまた自分を形作る重要な要素であり、美しい花の一つ一つの花びらのように受け入れることができるものです。例えば自分の短所や過ちを受け入れることで自分自身の成長や変化を肯定的に捉えることができます。また他者と比較することなく自分自身をただ受け入れることで内なる安定と平穏を見出すことができます。自己需要の花が咲くとき、その美しい花びらは自分自身を愛し受け入れることの力強さと美しさを象徴します。そしてその花は内なる幸福の庭に色とりどりの美しさをもたらすのです。自己需要を実践するためには日常生活の中で様々な方法があります。一つの方法は自分自身に対する言葉や考え方に注意を払うことです。言葉や考え方は私たちの心や行動に大きな影響を与えます。そのため否定的な言葉や考えを持つことは自己需要の邪魔をする要因となります。例えば自分が失敗した時にバカだと自分自身を責めたり、自分の容姿に不満を持つことで
自己需要のプロセスが妨げられます。その代わりに、自分を肯定し、自分自身を愛する言葉や考えを持つことが重要です。これは、まるで自分自身に対する愛情の言葉で心を満たすようなものです。例えば、朝起きた時に鏡を見て、今日も素晴らしい一日になると自分自身に言い聞かせることで、自己需要のシードが芽生えるでしょう。このような積極的な言葉や考え方は、自己需要の土壌を肥やし、成長を促進します。また、自己需要を実践するためには、自分自身との対話やコミュニケーションが欠かせません。自分自身との対話は、自分の感情や思考を理解し、受け入れることを助けます。この対話は、日常の瞬間瞬間において行われるものであり、自分の内面とのつながりを深めます。さらに、自己需要を促進する方法として、自己肯定の習慣を取り入れることも有効です。これは、自分の達成や努力を認め、自分自身に称賛の声を送ることを意味します。例えば、一日の終わりに、自分が達成したことや頑張ったことを振り返り、自分自身に感謝の言葉を送ることで、自己需要のプロセスを加速させることができます。自己需要の実践方法は多岐にわたりますが、それぞれが自分自身を愛し、受け入れることの重要性を強調しています。自分自身に対する言葉や考え方を肯定的にし、自己肯定の習慣を取り入れることで、自己需要のプロセスを進めることができます。そして、その結果として、内なる幸福と満足を見出すことができるでしょう。幸福を追求する心の在り方は、自己需要が不可欠です。自己需要が幸福を追求する上で重要な心の在り方を考えると、他者との比較を避けることが挙げられます。多くの人々が他者との比較から生じる競争や嫉妬によって幸福を見失ってしまうことがあります。しかし、幸福は他人との競争ではなく、自分自身との向き合い方によって築かれるものです。自己需要があると、他人と自分を比較することなく、自分の人生を歩んでいくことができます。例えば、森の中で育つ木々は、自分と他の木々を比較することなく、自分の根を張り、自分の葉を茂らせます。同じように、自己需要がある人々は、自分自身の内なる成長と向き合い、他者との競争にとらわれることなく、自分の道を歩んでいきます。また、他人の成功を見て嫉妬するのではなく、自分の道を信じて進むことが真の幸福に近づく鍵です。幸福は他人の成功や物質的な豊かさによって定義されるものではありません。むしろ、幸福は自分自身の内なる満足と調和によって生まれるものです。川がそこにある石や土地との比較をすることなく、自分の流れを追求するように、自分の独自の道を信じ、自分の内なる流れに従って幸福を見つけるのです。最後に、自己需要がある人々は、他者との比較や競争から解放され、他者との協力や共感に焦点を当てることができます。幸福は協力と共感によって育まれ、他者とのつながりや支援が深まることで豊かさを増します。森の中の動物たちは、自分と同じ種である他の動物と協力し、共通の目標に向かって努力します。それと同じように、他者との協力や共感を通じて、より深い幸福を見出すことができるでしょう。自己需要があると、他者との比較や競争から解放され、自分自身の内なる満足と調和を見つけることができます。そして、自分自身を受け入れることで、他者とのつながりや支援が深まり、真の幸福を追求することができるのです。自己需要の力が、私たちの幸福と心の健康にどのような影響を及ぼすのか、本当に興味深いテーマでした。この動画を通じて、自己需要の重要性とその実践方法について深く掘り下げてきました。自己需要は私たちが幸福を見つけるための貴重なツールであり、自分自身を受け入れることでより充実した人生を築くことができます。簡単に復習してみましょう。自己需要へのプロセスは、まず自己理解から始まります。自分自身を深く知り、自分の強みや弱みを受け入れることが大切です。その後、自己承認や自己愛を促進することで、自己需要の土台を築いていきます。そして、日常生活の中で自分自身に対する言葉や考え方を肯定的にすることで、自己需要を実践していきます。幸福を追求する上で、自己需要がどれほど重要かを私も理解できました。取り柄のない私でも、少しは成長できるんじゃないかなと感じられた内容でした。他者との比較や競争にとらわれてばかりいたので、自分自身との向き合い方に焦点を当てて、真の幸福をゲットしたいと思います。最後まで見ていただき、ありがとうございます。この出会いが未来に向けての小さな一歩となりますように。
よろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンも押していただけたら幸いです。私たちの動画にまたいらしてくださいね。自己需要の力を生かして幸せな日々をお過ごしください。